宅配便受取所で荷物を受け取っていると、同じ学年の貧しい家庭の学生で、そこでアルバイトをしているイバン・ジャットにばったり会った。雑談していると、彼は私がブラックフライデーセールで12万8000ドルも使ったことを知ってしまう。呆然としたイバンは叫んだ。俺は生まれてこの方、そんな大金を見たこともないよ。それなのにお前はそんなに気軽に使っちゃうの？お前の母さんが大学にやったのは勉強するためだろ？こんな風に金を使いまくるためじゃないだろ？彼は私の手から荷物を奪い取り、物理的に出口を塞いだ。すぐに返品しろ。お前みたいなガキは、大人が金を稼ぐのがどれだけ大変か絶対に分かってない。今からこんなに浪費してたら、将来どんな男がお前と結婚できるって言うんだ？イバンの馬鹿げた態度に、私は怒りで思わず笑ってしまった。私が母のお金を使うことの何があなたに関係あるの？関係ないわけないだろ。彼はまるで当然のことのように言った。俺はお前の母さんと付き合ってるんだ。お前が使う1セント1セントが俺たちの将来の結婚生活の資産になるんだぞ。私は衝撃を受けた。母ってレズビアンじゃなかったっけ？いつから男性が好きになったの？第一章。イバン・ジャットはまくし立て続けた。お前はまだ若いから本当の苦しみを知らないのはわかる。でも俺はお前とは違う。貧乏な家で育った子供は早く大人にならなきゃいけない。俺はお前よりずっとお前の母さんの人生の大変さを理解してるんだ。彼は近づき、唾を飛ばしながら話した。お前は指一本で12万8000ドルも簡単に使っちゃったけど、お前の母さんがそんな大金を稼ぐのにどれだけ苦労してるか分かってるのか？笑顔を作って一杯また一杯と酒を飲み干し、数えきれない夜を明かして働き続けてきたんだ。世間は一人の女性が一人で世の中を渡り歩く苦労を見てくれない。でもお前は彼女の娘だ。誰よりもお前が理解するべきじゃないのか？イバンがそんなに心を痛めた様子を見ていると、怒りのあまり笑えてしまった。母が実質的に私に毎月20万ドルのお小遣いを無理やり押し付けてきたこと、さらに2年前の18歳の誕生日には128万ドルの車を買ってくれたことを無視してもだ。私はただ何気なく頼んだだけだったが、彼女は一瞬もためらわずに承諾してくれた。母のお気に入りの口癖は、お金を稼ぐなんて簡単すぎる。誰も使ってくれる人がいなくて困ってたから、体外受精であなたを産んで、使ってもらう手伝いをしてもらってるのよだった。私たちがどうお金を使おうが、家族の問題だ。いつからよそ者が口を挟むようになったんだ？拾いなさい。イバンが私から奪って地面に投げつけた荷物を睨み、強く眉を潜めた。故意に他人の財産を損壊するのは犯罪だ。私のものをもう一度触ったら、警察を呼ぶわよ。はあ。彼は引き下がるどころか、さらに強気に出た。このガキめ。道理を解こうとしてる俺の話を無視する気か？イバンは前へ歩み出て私の腕を掴んだ。脅すような口調で言った。言っておくがなお前の母さんと俺はもうすぐ婚姻届を出すんだ。だから法律的には俺がお前の義父になる。親として俺はお前にこの無駄なガラクタを全部今すぐ返品するよう命令する。さもないと。軽く笑いながら私は彼が指さした手を荷物で払いのけた。そんなにちとさん気取りか。そもそも私の母のフルネーム知ってるの？イバンは腕を組み自信満々に答えた。もちろん知ってるよ。シャーロット・リビングストン、ファッションで財を成したリビングストングループの会長だろ？知らないやつなんているか？それだけじゃない。お前の身の父は若くして亡くなったから、お前の母さんが一人でお前を育て上げたことも知ってる。それは俺たちが付き合い始めた時に、
ロッティが直接教えてくれたことだ。まだ信じられないのか？私はイバンを信じるほどバカじゃなかった。結局のところ、彼が言ったことは、面倒を避けるために私が大学の入学記録に記入した偽の情報の簡略版に過ぎないからだ。きっと彼はアドバイザーの手伝いで記録を整理した日にこっそり覗き見たんだろう。私は体外受精児だという事実を詮索されないように、父が早くに亡くなったというカバーストーリーを作っただけだ。イバンがそれを利用するとは思わなかった。彼の狂ったような行動ぶりから判断すると、これが彼の初めての行動ではないようだ。もうすぐ授業が始まるので、イバンに対応する忍耐力がなくなった。私はかがんで荷物を拾い、去ろうとした。すぐに彼が電話で怒鳴っているのが聞こえた。そうだ、俺だ。ミンディ・リビングストン名義のすべての銀行カードを凍結しろ。一枚残らずな。これで今日こそ、こいつに思い知らせてやる。イバンの言葉を聞いて、私は呆れて目を回した。彼は最近、どうしようもないテレビ番組を見すぎて、自分が大物だと思い込んでいるに違いない。大学が完全に彼の脳を溶かしてしまったんだ。しかし、私が宅配便受取所の出入り口から出ようとしたちょうどその時、ポケットの中の電話が震え始めた。胸に悪い予感が走った。私は電話を取り出し、画面には銀行からの緊急通知が表示されていた。第2章。私は素早く表情を整え、口座が凍結されたのを見た瞬間の衝撃を隠そうとした。しかし、イバンはそれを見逃さなかった。どうした？やっと俺に何ができるか分かったか？彼は得意げな表情で私を見た。言っただろ、ロッティと俺は親しいんだ。お前が彼女の娘だからって何か意味があると思うか？たとえ神様が俺に逆らっても、彼女は見過ごさないだろう。どうだ？イバンはわざと間を置いて効果を高め、それからまるで寛大になろうとしているかのように電話を振った。今ここで、公の場で俺に謝罪しろ、目上のものを侮辱したとしたためろ。それからブラックフライデーセールで買ったものを全部返品して、返金を俺のカードに振り込め。それは敬意の表れなんだか、うまくやっていくための貢ぎ物みたいなもんだ。それをしてくれれば、ロッティにお前の口座を凍結解除するよう言ってやる。どうだ？昼休みの宅配便受取所は多くの人が行き来していた。私たちの会話はあっという間に人だかりを引き寄せた。女性実業家の人生ってそんなにワイルドなんだな。まだ卒業すらしてないうちにおばさんをゲットするなんてラッキーだよ。何十年分の努力が省けるぜ。イバンは貧乏かもしれないが、見た目はいいし、チャーミングだ。ミンディの母さんは寂しかったのかもしれないし、彼がちょうど好みなんだろ。でも、あの若い女性は何も知らないようだけど？そりゃ普通だよ。母親の新しい愛人が娘の同級生で、将来義父になるかもしれないんだ。隠すのは当然だ。それを聞いて、イバンとかなり親しそうな男が彼の肩をポンと叩き、意味深に言った。やべえな、イバン。好きな時に義理の娘の口座を凍結できるのか？どうやら家族内での地位は確立したみたいだな。もう会長様って呼べばいいのか？彼らの下品な笑みと詮索好きな視線を見て、私は冷たく笑ってから、最も大声で噂話をしていた数人を指さした。デマを流し、名誉毀損するのも両方犯罪だ。リビングストングループの法務部を呼んで、みんなにさっさと法律のレッスンをしてもらおうか？おしゃべりはすぐに収まった。先ほど最も大声で話していた人たちは顔色を失った。それを見てイバンはため息をついた。本当はこんなことしたくなかったんだ、ミンディ。でも、彼の口調が変わり、がっかりしたように言った。
俺はお前が資本主義的な消費主義の罠に陥るのを見て見ぬふりはできない。俺たちはもうすぐ家族になるんだ。お前は考えなきゃ。イバンが言い終える前に、私は手に持っていた荷物を彼にまっすぐ投げつけた。家族も何もない。いい気になるな。たとえ母が目が見えなくなったとしても、二度とお前を見ようともしないわよ。そんなこと言っちゃダメだ。それはひどすぎる。義父が嫌いでも、母親が幸せを追求するのを止められないよ。私が荷物を投げつけた瞬間、人々のざわめきが再び活気づいた。ちょうどその時、授業のベルが鳴った。私は電話を取り出した。特に何かを証明するつもりはなかったが、みんなに付き合ってる時間はない。さっき口を挟んだやつは全員、責任を取ってもらうからな全員だぞ。彼らの顔に一瞬走った強硬の表情を無視して、私は出張で海外にいる母に電話した。応答はなかった。電話を切り、もう一度かけた。それでも誰も出なかった。私は眉を潜めた。恐れてチリチリになろうとしていた人々は、再び立ち止まった。私は続けて3回母に電話したが、得られた反応は冷たく機械的な留守電の音声だけだった。ちょうどその時、イバンは悠々と電話を取り出し、笑った。ロッティは忙しいみたいだな。いいよ、俺が電話する。彼女は俺の番号には優先アラートが設定されてると言ってた。どんなに忙しくても必ず出るって。彼はみんなの好奇の目を浴びながらダイヤルを始めた。電話はすぐにつながった。イバンはわざとスピーカーにし、少し急ぎ足の女性の声が流れてきた。もしもし、イバン？どうしたの？会議中だから手短にね。第3章。授業が終わっても、私の頭の中では、イバンとあの女性の電話の会話がリプレイされ続けた。あの女性の声と口調は、母にとてもよく似ていた。母の電話の癖を知らない人は誰でも、相手がリビングストングループの会長、シャーロット・リビングストンだと思うだろう。しかし私は知っていた。母は海外出張中は、誰からであれ、必ず外国語で電話に出るということ。それは国際的なビジネスを長年扱ってきたことで身についた、交渉の際の本能的な習慣だった。しかしあの女性は明らかにこの詳細を省略していた。彼女の母国語を話す時の口調は表面的だった。また、仕事中の母がいつも持っている鋭く決断力のある切れ味もなかった。では、イバンが結婚すると主張している女性は誰なのか？私の口座凍結と何か関係があるのだろうか？寮に戻ると、私はまず自分を落ち着かせ、もう一度母に電話した。それでも出なかった。仕方なく、私は長い音声メッセージを送り、宅配便受取所で起こったことをすべて詳細に伝え、できるだけ早く折り返し電話をくれるよう頼んだ。悩みながら、私はノートパソコンを開き、交換留学プログラムの申請を仕上げることで気を紛らわせようとした。ちょうど大学の申請システムにログインしたとき、電話が鳴った。大喜びで私はすぐに取り上げたが、見覚えのあるキャンパス事務局の番号だった。交換留学プログラムのアドバイザーであるワーナー先生だった。もしもし、リビングストンさんワーナー先生は少し混乱し、心配そうな口調で言った。今、弟様を名乗る方から電話があって、あなたの交換留学プログラムの申請を取り消してほしいとのことでした。ご家庭で何か緊急のことがあったのか確認したくて。私はワーナー先生のオフィスに駆けつけ、そこにいる見覚えのある人物を目にした。いい加減にふざけるのをやめてくれないか、イバン？私は叫んだ。イバンは肩をすくめ、全く動じていない様子だった。正義感に満ちた自信を持って彼は主張した。俺は現在ミンディの母さんと付き合っている。関係から言えば、
それが俺をお前の義父にする。俺には彼女の交換留学プログラム申請を取り消す権利がある。理由は、彼は電話を取り出し、昼に宅配便受取所の外で私が彼に荷物を投げつけた監視カメラのクリップを表示した。俺の義理の娘は自分の感情をコントロールできないと思う。彼女は今のところ交換留学にふさわしくない。目の前が暗くなった。ワーナー先生、彼の言うことを聞かないでください。私の母と私は彼とは何の関係もありません。それに彼女が私の交換留学プログラム申請を取り消すことに同意するはずがありません。ミンディ。イバンは振り返り困ったように私を見た。お前も見ただろう？お前の母さんにつながったのは俺だけだ。どうしてまだそんなに頑固なんだ？ワーナー先生は私たち二人を見比べ、眉を深く潜めた。ジャットさん、あなたは自分がミンディ・リビングストンさんの義父であり、シャーロット・リビングストンさんに代わって話していると主張し続けていますね。何か証明書類はお持ちですか？例えば結婚証明書やシャーロット・リビングストンさんからの委任状などは？イバンの笑顔は一瞬こわばったが、すぐに回復した。彼は何気なく手を広げた。ロッティと俺はもうすぐ婚姻届を出します、ワーナー先生。時間の問題ですよ。彼女の将来の法的な夫として、彼女の娘の教育に関心を持つことが本当に間違っているでしょうか？書類については、婚姻届を出したら自然と提出します。適切な書類なしでは、あなたの主張を受け入れることはできません。ワーナー先生の口調は厳しくなり、続けた。リビングストンさんの交換留学プログラム申請は予定通り進められます。ジャットさん、親であるかのように彼女のことに干渉するのはやめてください。イヴァンの顔色は瞬時に曇った。彼は私に憎悪に満ちた視線を向けた。どうしても痛い目に遭いたいってわけだな。後悔することになるぞ、ミンディ。第4章。ワーナー先生にお礼を言った後、私はオフィスから出ていくイヴァンに急いで追いついた。リビングストングループの法務部が、あなたがやろうとしているどんな茶番にも対価を払わせてやるわと私は警告した。イヴァンが返答する前に、ポケットの中の電話が激しく震え始めた。複数の通知が一度に押し寄せ、一つ一つに私は眉を潜めた。まず、生徒会長のエジソン・メイズからのメッセージだった。彼は丁寧に家庭内の対立をうまく処理するよう思い出させ、当面は副会長を辞任して職務を引き継ぐことを提案した。次に、私が関わっていた評判の良いキャンパス起業家育成プロジェクトのコーディネーター、エイミー・グラハムからもメッセージが来た。私の中核チームメンバーシップが停止されたことを知らせる内容で、チームはより感情的に安定したメンバーと働きたいとのことだった。私が頻繁に手伝っていたボランティアサービス部ですら、イベントの名簿から私の名前を削除していた。私はイヴァンを見つめ、この突然の変化の波の背後にいるのは、彼と宅配便受取所で聞いた話の半分を真実として受け取った人々なのだと理解した。怒りで指先がしびれそうになったちょうどその時、頭上から彼の声が聞こえてきた。わかったか、ミンディ？これが聞かないとどうなるかだ。そしてこれは、ブラックフライデーセールでお金を無駄にしたことへの警告に過ぎない。これからも素直にせず、俺に謝罪しなければ、もっと悪いことが待っているだろう。そう言うと、イヴァンは冷たく鼻で笑ってから、くるりと向きを変えて去っていった。ちょうどその時、母からやっと折り返しの電話があった。どうしたの、ハニー？会議中で電話をサイレントにしていたの。かけ損ねた着信は全部見たよ。何かあったの？電話が終わると、彼女が送ってきたフライトの確認書をチェックした。彼女がもう帰国の途についているのを見て、私は安堵のため息をついた。
イバンの馬鹿げた嘘がもうすぐ崩壊すると思うと、胸にのしかかっていた重荷が少し軽くなった。私は寮に戻って荷造りをし、熱いシャワーを浴びようとしていた。しかし階段を降りた瞬間、制服を着た2人の警官が私の目の前に立ちはだかった。1031号室のミンディ・リビングストンさんですか？窃盗事件に関する調査への協力をお願いします。大学が手配した仮設会議室の空気は、息が詰まるほど緊迫していた。私の頭はズキズキと痛み、私のクローゼットで発見されたとされる現金の束をじっと見つめていた。イバンは言い張った。これは俺の責任です、警官。彼女をちゃんと教育できなくて。彼はがっかりした様子でお金を指さした。俺は彼女の母を信頼していたから、ミンディに貧しい学生たちへの援助金を分配するよう頼んだんだ。彼女が学校の資金を使って自分の物質的な欲望を満たすなんて、想像もしていなかったよ。イバンの隣には、先ほど彼に味方していた宅配便受取所の同じ若い男2人がいた。彼らは熱心にうなずいていた。そうです、警官。私たちは先ほどすべてを見ました。イバンは彼女に道理を解き、買ったものを全部返品するよう諭し続けていましたが、彼女は拒否し、荷物を投げつけさえしました。その通りです。イバンは浪費するなと言ったのに、彼女は本当にわがままを通しました。お金が彼女の手に触れた瞬間からそれは彼女のものだ。誰にも指図できないと言っていました。第5章。私は深く息を吸いながら、イバンが仕込んだ証人たちと、厳しい表情をした警官や教師たちを見回した。それから静かに言った。私はあのお金を盗んでいません。ブラックフライデーセールでの購入は、私の個人の銀行カードで支払いました。母からもらったお小遣いです。銀行カード？イバンはすぐさまその言葉に飛びつき、冷笑した。それなら銀行の明細を印刷してみろよ。あの12万8000ドルが本当にお前の口座から引き落とされたのか見てやる。凍結された口座を思い出し、私は胃が締め付けられるような感覚を覚えた。私の口座に今問題があって、明細を引き出せません。でも、それが私を泥棒にするわけではありません。見せるのが怖いだけだろう。イバンは勝ち誇ったように私を追い詰めた。現行犯で捕まったんだぞ、ミンディ。いつまで否定し続けるつもりだ？お前は俺のことが嫌いで、俺がお前の母さんにふさわしくないと思ってるのはわかるが、犯罪を犯して、実際にあの援助金に頼っている学生たちを騙して復讐することはできないんだ。彼は続けた。一人の経験豊富な警官は、どちらの言い分も表面だけでは受け取らなかった。彼は手袋をはめ、現金の束を調べ、それからイバンと私の間を見比べた。彼は言った。双方が互いに意見が合わず、今は銀行の明細を確認できないので、これらの紙幣から指紋を採取し、データベースで照合します。それにより直接証拠が得られます。それを聞いて、イバンの顔にかすかなパニックの表情が走った。私たちにはすでに証人とお金があります、警官。今すぐ彼女を有罪にしたらどうですか？私は首をかしげて嘲笑い、目には軽蔑の色を浮かべた。大学に入ったのに、まだ法律を知らないのか？直接証拠って何かわかってる？脳が腐ったテレビ番組の演技をしてるつもりか？イバンの顔は激怒して真っ赤になり、指を震わせながら私を指さした。お前は本当に変わらないな、ミンディ。もうお前には手に負えない。お前の母さんに電話する。彼女に直接、彼女の大切な娘がどんなめちゃくちゃなのか見てもらう必要がある。激怒して、彼は電話を取り出し、ショートカット番号を押した。彼はスピーカーに向かってほとんど怒鳴るように言った。どこにいるんだ、ハニー？
すぐに大学の会議室に来てくれ。お前の娘が大学の援助金を盗んで現行犯で捕まり、今は俺を誹謗中傷してるんだ。もう彼女には手に負えない。自分で彼女をどうにかしてくれ。イバンは電話を切り、私を睨みつけ、まるですぐに報いを受けることになるぞと警告するかのようだった。しばらくして、誰かが会議室のドアをノックした。完璧なメイクをした身なりがきちんとした女性が入ってきた。イバンの目が輝いた。彼は急いでドアを開けに行き、声には焦ったような追従の調子がにじんでいた。ようやく来てくれたね、ハニー。見てくれよ、お前の娘は。私が顔を上げてその女性の目を見た瞬間、彼女は凍りついた。ミンディさん？何をなさっているんですか？